その昔、世界最大の産出量を誇る銀山が日本にありました。その名は石見銀山。周囲は険しいいくつもの火山に取り囲まれ、山腹に無数の坑道が掘られました。戦国時代には点々と火山の山頂に城が築かれ、大名による争奪戦が繰り広げられました。石見銀山で産出された銀は日本海側に運ばれ、船を使って海外へと運ばれていきました。石見銀山から日本海の沖止まりに通じる古道は、今も良好に当時の面影を伝え、家内の部分が王子のままの土の道を残しています。本日はこの湯の津沖止まり道を歩いてみます。普通の人の足でゆっくり歩いても1日あれば十分な道程です。本日の歩行予定距離は約 13km。豪路坂の最高地点の標高は約430メートルとなります。石見銀山のふもと、この大森集落には銀山の隆盛により多くの武士、商人、役人が集まって栄えました。今も地元の方々の努力により王子の面影を伝える江戸時代から明治時代の建造物がこのように軒を連ねています。国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されており、観光客も多い地域です。多くの家屋の屋根は赤みを帯びた石州瓦ですが、武家屋敷や行政施設はいぶし瓦という灰色の瓦が使用されており、権威の象徴だったようです。豪路坂に向かってこの銀山川に沿って上流に遡ってこう進めてまいります。実は本日歩くこの古道自体も世界遺産の一部として登録されています。この銀山川周辺の山々は粘り気のある溶岩が噴出してできたトロイデ式火山です。これら火山は50万年前には活動を停止していて、冷やされた岩に多くの割れ目ができました。そこに染み込んだ水が地中深くで熱せられて鉱物とともに上昇してきて固まったものが石見銀山の鉱床となったらしいです。トロイデ式は中央は円球状に盛り上がりますが、円球の周辺は急峻な崖ができます。この火山帯の岩は結構脆く崩れやすい性質があります。この道中には崩壊しかけた場所もあり、山崩れによって転がってきた石も数多く見られます。鉱山の坑道のことを間に歩くと書いてマブと読みますが、この銀山川沿いには多くのマブの跡が点在しています。またこの清水寺のように、銀山にまつわる寺社が数多く連なっております。大森町から銀山川の上流の坂根口番所跡というところまでこの舗装道路が続いておりますけれども、並行してこのような遊歩道が続いております。この吉岡出雲さんですが、徳川家康に見込まれまして、もちろんこの石見銀山での後見者ではあるんですけれども、伊豆の金山ですとか佐渡の金山の方にも出向いて、そちらの方でも活躍された方だそうです。このように廃校となったマブがたくさん沿道沿いに見ることができます。こちら龍源寺マブのすぐ近くにある高橋家住宅です。島根県指定史跡になっています。この高橋家、江戸時代に
皇父たちと代官所の仲介役を務めたということが知られています。龍源寺間部に着きました。こちらは石見銀山地区で唯一年間を通じて公開されている間部です。坑道から出てきた余計な水を排水する仕組みも見ることができます。江戸時代には大森町内を柵の内といい、その柵の外側にこのような板書が作られておりました。誰でも自由に出入りできるわけではなかったんですね。これがいくつかあった板書のうちの一つ、坂根口板書跡です。ここまでは車道が通じておりますが、ここから先は歩道となっております。ここからがいよいよ古道の面影を残す豪路坂の峠の上り下りが始まるところです。こちらが千の山要害山の展望所です。夏場はこのように木の葉が茂って全く何も見えないのですが、冬場には遠く島根半島や出雲平野の方まで見渡すことができるそうです。千の山は銀山が開発された最初の頃には銀の鉱床が露出していて露天掘りができたらしいです。左側に見えるはずの要害山は戦国時代に大内氏が現山を支配していた頃、山吹城が築かれた場所です。その後、尼子氏、毛利氏による激しい奪い合いが起きました。1562年に毛利氏が支配するに至りました。さあ、展望の開けた場所に到着しました。ここから見えるのは銀山川の一つ西側の監視谷と呼ぶのでしょうか。その谷筋になります。この谷においても今からちょうど100年前まで銅鉱が稼働していたそうです。数百人が働く大規模な銅鉱だったそうです。さて、豪路坂の頂上に到着です。標高430メートル。この歩道は中国自然歩道にも指定されているので、ご覧のようにところどころベンチもあって非常に便利です。ここには1940年頃まで茶店があって営業が続いていたそうです。ここから西田の集落までこのような急坂が続きます。一部道が崩落している箇所もございましたので慎重に進みましょう。この辺りは1559年頃毛利氏と尼子氏による
郷路坂の戦いのあった古戦場になります。この時は毛利方が敗戦したのですが、この時毛利元就は部下が身代わりになって守られ、命からがら逃げ帰ったとのことです。郷路坂の大木塔に到着しました。ちょっと道からは場所が分かりにくいのですが、この奥の杉林のこちらの場所に立っています。1686年に建造されました。甲府の異変のためでしょうか。こちらに矢滝城山の看板が現れました。残念ながらここからは矢滝城山を見ることはできません。後ほど麓に下ってから改めて見ることにしましょう。もともと矢滝城は大内氏が西側の守りを固めるために作った城です。西田の集落が近づいてきて実方的に積み上げられた石垣も見えてきました。ここで舗装道に合流です。西田の石仏に下る脇道がありました。少し下ってみましょう。石仏に到着です。ここから歩道をそのまま下ると、この場所で再び舗装道路に合流するはずでしたが、道端が草に覆われてはっきりしなかったので、元の場所に戻って舗装道路を迂回してまいりました。こちら西田集落の入り口にある火伏せ観音です。かつて集落に火災があった時に、この火伏せ観音がコウモリに姿を変えて火を消したという言い伝えがあります。この西田集落、切り取った稲の束を天日干しにするときに建てられる野づくはでで有名です。そのため夜づくの里と呼ばれています。中村の大木塔に到着しました。この石碑、道標を兼ねております。右八湯里道、左八湯の津道と書かれております。この場所から再び山道に入ります。これから進む道筋なのですが、1589年に起こった山津波によって南側の道床山からこの辺りに多数の安山岩の巨石が転がり落ちてきました。今も道の至る所に巨石が転がっているのが確認できます。このような感じですね。その中の一つが将棋岩と呼ばれています。かつてこの湯の津沖泊道を往来した孫たちがこの巨石の平らな部分で将棋を指していたことからそう名付けられたと言われています。清水の集落に出ました。道床山から転がり落ちてきたであろう安山岩をうまく積み上げてきれいな石垣にしてますね。展望台がありました。ここで今歩いてきた方を振り返ってみましょう。ちょうど案内板があります。先ほどは麓から見えなかった矢滝城山がよく見えます。郷路坂もこの辺り。
清水の金毘釈に到着です。かつて大森の大官が道徳山からの湧き水を飲んでその美味しさに感銘を受けたといいます。金属製の柄杓を奉納したことからこの名前がついたと言われています。今もこんこんと湧き水が溢れ出ています。とても美味しい水でした。清水大師入り口に到着しました。ここからまた土の歩道に入ります。清水大師は車道をそのまままっすぐ進むと到着します。真言宗の大きなお寺です。ほどなく清水の石切り場に到着します。こちらは福光石と呼ばれる石を切り出した後になります。そこには水が溜まってますね。しばらく気持ちの良い尾根道が続きます。松山の道標に到着です。こちらの道標には右銀山大森出雲大社と刻まれております。湯の津焼き物の里はいくつかの窯が点在しています。大きな登り窯も見ることができました。今日の旅の終わり、沖泊に到着しました。沖泊はリアス式海岸を生かした天然の良港で、湾は奥行き約440メートル、湾口幅約80メートル、水深は4、5メートルあります。こちらは恵比寿神社です。今この沖泊には10個ほどの集落しかありません。とても静かで観光客もほとんど見かけません。この神様は清水の様子をずっと見てこられたのでしょうね。大森集落からこの沖泊まで1日あれば十分歩き通せる距離です。30分も歩けば湯の津の温泉街もすぐそこです。ぜひ一度はこの古道の雰囲気を味わっていただきたいと思います。この後引き続き大森の町と同様、国の重要伝統的建築物群に指定されている湯の津の町並みをご紹介いたします。最後までご覧ください。